はい。皆さん、こんにちは。吉祥寺スマホスクールの三田です。いつもこのチャンネルの動画をご覧くださり、ありがとうございます。今日はスマホでの音量調整についてです。皆さん、スマホの音量調整完璧にできているでしょうか？外出時に音が鳴ってしまったりですとか、そういうことで恥ずかしい思いしたっていう方いらっしゃるかもしれないんですけれども、スマホの音というのは何種類もあります。着信音ですとか、通話ですとか、メディア、いろんな種類の音がありますので、個々の音量をしっかり調整しないと、外出時に音が出てしまって困ってしまったことになったりっていうこともありますので、ご自身のスマホでの音量調整というのは完璧にできるようにしていただきたいなというふうに思います。この動画をご覧いただくと、スマホの音の種類ですとか、音量を変更するときに失敗してしまいがちなことですとか、あとマナーモードのやり方などお話ししておりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。概要欄のところにはチャプターを作っていますので、チャプターから好きなところを選んで見ていただくことも可能です。このチャンネルの動画ではスマホ初心者向けにたくさんの動画を作って投稿しております。この動画を見終わった後で構いませんので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい。では今日は音量調整についてなんですけれども、まだスマホ慣れてない方、音量でいろいろミスしてしまったことあるんじゃないかなと思います。例えば着信音を下げたつもりなのに、着信音が出てしまってびっくりしたですとか、マナーモード中で音が出ないようにしてあるはずなのに、動画の音が出てきてしまってびっくりしてしまうとか、そういうご経験をしたことある方がいらっしゃるんじゃないかなと思います。ガラケーの頃は音量調整でつまずくってあんまりなかったと思うんですけど、スマホになってから少しややこしくなってしまって、しっかりと理解しておかないと、うまく調整ができないっていうことがあるんじゃないかなと思います。音量調整はスマホの基本だと思いますので、この動画を参考にご自身のスマホでしっかりと音量調整できるようにしてください。ではまずはじめに調整できる音の種類というのを知っておいていただけるといいかなと思います。今出ている画像はいろんなスマホの音の設定の画面を出しているんですけれども、機種によって若干項目は変わりますが、調整できる音というのは着信音、通知音、メディア、通話、アラーム、システム。これぐらいかなと思います。着信や通話音というのはわかると思うんですけれども、通知やメディアっていうのがわからないっていう方もいらっしゃると思いますので、もうちょっと細かく話したいと思います。着信音というのは電話がかかってきた時の音ですね。これは大丈夫ですよね。通知音。通知音というのはメールが来たり LINE が来たりアプリからのお知らせの時の音です。短い音でピコーンとかいう音ですね。次、メディア音。動画や音楽などの音をメディアと言います。スマホで YouTube をご覧になっている方いらっしゃると思うんですけど、それはメディア音ですね。YouTube の音量調整しているということはメディア音の調整をしているということです。通話音というのは会話中の相手の声の音ですね。会話中に音量ボタンを上下すれば調整ができるようになっています。アラーム音は目覚ましの音ですね。システム音というのはそんなにですね、音の中では気にするものでもないんですけれども、充電のコードを挿した時に充電が始まったよっていう時に出る音ですとか、スマホをタッチした時に出る音とか、そういう類のものです。ガラケーとスマホでこの音の種類が違うのはメディアですね。動画とか音楽、スマホでたくさんやるようになりましたね。ガラケーの頃はほとんどやってる方っていうのはいなかったと思うんですけれども、メディア音というのがスマホで増えたことで、ちょっと調整が難しくなってるというところです。音量を調整するときに皆さんスマホの横に音量ボタンがついていて、そこで上下すると思うんですけれども、この横の音量ボタンで調整をしたときに、必ずしも着信音の音量が変わっているとは限らないというのを知っておいてください。どうしても先入観で音量といえば着信音というイメージを持っている方が多いと思うんですけれども、ご自身のスマホでこの音量ボタンで
音量を上下しても着信音は変わってないという場合があります。結構多いです。先ほどお話しした他の種類の音が変更になっているというケースがよくあります。皆さんのスマホの音量ボタンを押したときに、音量ボタンの近くに今出ている2つの画像のような表示が出てくると思います。1回押して2、3秒すると消えちゃうんですけど、また押せば出てくるんですけれども、で、ここで上下すると音量が上がってるか下がってるかっていうのはわかるのと、あともう一つ何の音量を変えているかっていうのがわかります。音量ボタンを押した時に出てくるものを拡大すると、こんな感じになります。一番右の画像ですね。丸で囲ってあるところ、ここに注目していただくと、自分のスマホで音量ボタンを使った時に、どの音が変わってるかというのがわかると思います。音符のところに赤い丸をつけたのと、スピーカーのところに赤い丸つけたんですけれども、機種によって変わる音の種類が変わってきます。で、今お話しした音符のマークなのかスピーカーのマークなのかっていうのが大事です。まず音符のマークなんですが、今出ている3つの画像のところに音符のマークありますが、メディアの音量って書いてありますね。ですので、メディア音は音符のマークになっています。皆さんが音量ボタンを押した時に音符のマークが出ていて調整しているような感じでしたら、メディアの音が変わっているということです。着信音を変えているわけではないということですね。では着信音はどうかというと、着信音はベルのマークですとかスピーカーのマークです。一番右の画像の丸を囲ってあるところがベルでもなくスピーカーのマークでもなく、ちょっとスマホが振動しているようなマークなんですが、これは後ほどまたお話をしたいと思います。音の調整をするときには、先ほどお話ししたメディアという音符のマークと着信音、ベルのマークやスピーカーのマーク、この区別が一番大事です。細かいこと言うと、ベルのマークは通知という意味で表されている機種もあります。通知はメールとか LINE とかの短い音ですね。でもし通知のところにベルマークが入ってたりすると、着信音はスピーカーのマークになっていると思います。機種によって若干違いがありますので、後ほど音量の設定の出し方ご案内しますので、そこでよく確認をしていただければと思います。ここでは設定画面から音を調整するやり方ご案内したいと思います。まず歯車マークの設定をタップして、たくさんある項目の中から音ですとかサウンドという項目を見つけてください。見つけたらタップすると各項目の調整ができると思います。今出ている画面ですとメディア、通話、着信、アラームとなっていますね。で、メディアと通話音量は青い棒が一番右の方まで伸びているので大きくなっているということです。その下2つ、着信音とアラームは左の方に青い丸が寄っていますので、一番左まで行っているときは音が出ないようになっているということです。この青い丸を左右に動かして調整をします。ここで各項目の音量が調整できますので、例えば音楽や動画全く聞かないっていう方はメディアの音量を一番下げておいても問題ないと思いますし、アラームをよく使うという方はアラームの音量はなるべく大きめにしとかないと起きれないと思いますので、調整をしていただければと思います。あと、音を調整する上で大事なのがマナーモードというものです。ガラケーの頃からありましたから、もう大丈夫という方もいらっしゃると思うんですけど、スマホスクールでお話しするとやり方知らないっていう方もいらっしゃるので、ご案内していきたいと思います。マナーモードというのはスマホから音を出さないようにするためのモードです。よくお客様に質問するんですけれども、マナーモードがオンになってたら音が出るか出ないかどっちですかっていうとちょっとわからなくなる方いらっしゃいます。マナーモードがオンということは、
音を出さない機能をオンにするということなので、マナーモードがオンの場合は音は出ません。マナーモードをオフにすると音が出るということです。ちょっと逆で考えてしまう方もいらっしゃいますので、マナーモードオンが音は出ない。マナーモードオフは音が出るというふうに理解をしてください。マナーモードをオンにすると、電話がかかってきた時は音出ませんね。で、音が出ないんですけど、バイブレーション、振動で気づくようにするか、音も振動もないという状態にするか選択できるようになっています。マナーモードの設定方法もぜひ覚えておいてください。よくスマホ教室集合でやるんですけど、始めるときにマナーモードにしてくださいねとお願いをするんですね。で、わからない方、設定お手伝いしますからっていうと、大体何人かは手を挙げるので、意外にやり方知らないんだなというふうにいつも思っています。マナーモードを設定するときは、スマホの画面の一番上、時計が出ていたりとか、いろんなマークが出ていたりする細々した部分。そこから指を下に一回下げてみてください。そうすると、いろんなマークが出てくるんですね。このマークだけだとなかなか意味がわかりづらいという方は、2回下げてみましょう。そうすると、マーク自体は変わらないんですが、機能の表示が出てくるので、一番右の画像ですね。マナーモードオフと書いてあるような感じで、どれがマナーモードのボタンかっていうのがわかるようになっています。この1回ないし2回下げる作業で、マナーモードのボタンが見つかれば、そこを触っていけば、音が出るのか、振動だけなのか、音も振動もないのかっていうのを簡単に選択できるようになっています。上半分と下半分違う機種で画像を出しているんですけれども、まず上側の一番左、マナーモードオフと書いてある状態ですね。で、この状態だとベルのマークになっています。マナーモードオフですので、音が出るという状態です。上半分の画像の真ん中のところ、マナーモードバイブありという風になっています。一回触ると、このバイブありに切り替わります。で、もう一回触ると、右側、マナーモードバイブなしになりますね。音も振動もないですよという状態です。もう一度触ればマナーモードオフの状態になるので、触っていけば順次切り替わっていくようになってますので、電車やバスに乗るときはマナーモードバイブありにしておくか、マナーモードバイブなしにしておいた方がいいですね。下半分の画像、一番左ですね。サウンドと書いてあります。これが音が出る状態ですね。一回触ると右側の画像に移ってバイブに変わってます。スピーカーに斜めの線が入ってちょっと震えるようなマークになっているので、音が出ないんだな、振動するんだなというふうに理解していただくこともできると思います。で、もう一回触ると一番右側サイレントになりますね。スピーカーのマークに斜め線が入っています。音も振動もないですよという意味です。機種によってベルのマークだったりスピーカーのマークだったりちょっと変わってきますけれども、マークをよく見ていただくと音が出るのか振動だけなのかっていうのもちょっと分かってくるんじゃないかなと思います。マナーモード中の注意点なんですけれども、アラームとメディアの音はマナーモード中でも音は出るので、設定をしっかり確認、調整をしておいていただくといいと思います。今、右側に出ている画像で、メディアの音量というのが一番右の方になってますね、青い丸が。で、音量は最大に近い設定になっているので、もしマナーモード中に何か動画を再生したりすると、大きな音量で出ちゃうよということです。あと下の方のアラームの音量、青い丸が一番左に行ってますので、アラームの音は出ないようになっています。マナーモードの状態でお休みいただいて、アラームをセットしていた場合、この状態だとアラームの音は鳴らないので、寝過ごしちゃうという可能性がありますので、マナーモード中でもアラームをしっかり鳴らそうと思えば、アラームの音量は大きめに設定していただく必要があります。
スマホでの音量調整はメディアが結構キーポイントかなと思います。スマートフォンで音量の調整をするとき、特に音量ボタンを使って調整するときは、ご自身のスマートフォンで音量ボタンを押したときにどの音が変わっているのかというのをまず理解しておくことが大事です。そこが理解できていないと、自分では着信音の調整をしているつもりなのに、メディアの音量だけ調整されているっていうことがよくありますので、この点注意していただけるといいかなと思います。はい。では今日はスマホの音の調整についてご案内いたしました。マナーモードのやり方ですとか音の種類いろいろありますので、しっかり把握をしていただいて、音を出さなきゃいけないときはちゃんと出せるようにしておく。音を出しちゃいけないときは絶対に音が出ないようにしっかりと設定ができるようにしておいてください。このチャンネルではメンバーシップの募集をしております。メンバーになっていただくと、スマホスクールで作成販売している DVD の内容がすべて見放題になっております。スマホ初心者向けの初心者パックから YouTube や Google マップの使い方などを見ていただくことができますので、ぜひメンバーになっていただいて、通常の YouTube では見られない内容をご覧いただければなと思います。メンバーになるのが難しいなという方は DVD の販売もしております。今出ている電話番号にお電話くだされば DVD に関するご相談や販売もしておりますのでよろしくお願いいたします。はい。では今日は吉祥寺スマホスクールの三田がお送りいたしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。